皆さんこんにちは。黒 BMs の丹沢です。こんにちは、白びちゃんです。視聴数が低空飛行であわや打ち切りの危機にあった TRPG 温故知新のコーナーなのですが、おかげさまで前回の大活劇、たくさんの方にご視聴いただくことができました。コーナーとしても徐々に盛り上がってきたのかなと思っております。わーい、ありがとうございます。そんなわけで張り切って TRPG 温故知新やっていきましょう。今回ご紹介するのはこの本、ベルファール魔法学園です。お、ちっちゃい文庫本だ。ベルファール魔法学園は1994年に発売されたちっちゃい文庫タイプの TRPG です。前回紹介した大活劇、前々回のマジカル&RPG の2年後輩の作品になります。新しい。どっちも30年以上前のゲームなので新しくないと思います。ベルファール魔法学園ね、ざっくり解説すると、魔法を勉強する学園の生徒になって学校での生活を楽しみながら仲間と一緒に冒険するというファンタジー RPG です。魔法学園の冒険というとハリーポッターみたいな感じですか？そうですね。今説明するならその説明がいいかなと思うんですけど、ハリーポッターと賢者の石刊行されたのが1997年。結構大ブームになった日本版が発売されたのが1999年ということで、ベルファール魔法学園の実は3年ぐらい後輩なんですね。こっちが先輩なんですね。てっきりハリーポッターブームに乗っかって作られたゲームなんだと思いました。リアルタイムでこのゲーム遊んでたんですけど、時系列が曖昧になっててですね、最近までハリーポッターの影響を受けて作られたゲームだと勘違いしてたんですけど、ハリーポッターの影響なしに魔法学園っていうシチュエーション限定したファンタジー RPG が刊行されてたということでね、なかなか先見の明があったのかなと思っております。肝心のゲームはどんなゲームなんですか？表紙に誰にでもできる TRPG って赤字でね書いてあるんですけど、サブタイトルにあるようにとにかくねルールがシンプルで分かりやすくてすぐ始められるのが特徴なんです。基本的には 2D6 面体2つ振って能力値に足すっていうだけの超シンプルなゲームなんですね。使うダイスは6面体だけ。パラパラめくっていくと初めに漫画があって、その後リプレイがあります。その後ですね、簡単にルールが説明されていて、そこまでがプレイヤー向けのセクションですね。そこからですね、ゲームマスター向けのルール、それからゲームマスター向けにですね、ゲームブック風のソロシナリオが入ってるんですね。これやると大体マスターが、こういう感じでやるのかなっていうのがわかるようになっていて、その後サンプルシナリオとか、魔法データのセクションとか、アイテムのセクションなんかが入っていて、最後にですね、キャラシートがですね、クラスのメンバー36人分入ってる。ここから選べばすぐにゲーム遊べるというような作りになってます。一冊の中にすごい盛りだくさんなんですね。本の構成としてはオールインワン思想を掲げた2回前にご紹介したマジカルランドに結構似てるのかなと思うんですけど、こちらですね、なんといっても文庫なので定価が680円。当時学生でも手に取りやすい価格帯で、このアドバンテージは大きかったと思います。特にね、スニーカー G 文庫っていう水色の背表紙の文庫はね、当時普通の本屋さんにも並んでたので手に取りやすかったのかなと思います。本開くとですね、漫画からリプレイ、楽しい読み物としてパラパラパラっと読んでるといつの間にかルールも頭に入っていて、そのまますぐ遊ぶことができる、本当に誰にでもできる TRPG っていうのは嘘じゃないなと思ってます。完成度もかなり高くて、ほぼ誤色がなくて、だいたい TRPG のルールブックって遊ばれてみるとちょっと遊びにくい部分があったりして、後で修正エラッタが当たることとかって多いんですけど、これはほぼほぼエラッタが当たらなかった、初版からほぼ誤色がなかったというのでも有名なんですね。練り上げられた一冊って感じですね。世界設定をあえて広大なファンタジー世界にして、なんとか大陸みたいにせずにですね、魔法学園とその城下町っていうところに絞ったのもすごい良くてですね、そのおかげで一冊の中にね、必要な NPC とか城下町のデータ、お店のデータとかロケーションの解像度もちゃんと十分に担保されているという風になってます。魔法学園の生徒なのでね、初歩的な魔法を2つからマックスで5個ぐらい初め持っていて、あとはですね、特殊アイテムというお父さんからもらった剣だとか先祖代々の杖だとか、そういったアイテムを1個持っているということで、もちろん魔法使いを目指して勉強中の生徒たちなので、まだね派手な英雄的な行動ができるわけじゃないんだけど、みんなでね少年少女が知恵を出し合って弱点を補い合いながら冒険するというところが結構熱いというかね、ワクワクする冒険ができます。例えるなら大長編ドラえもんみたいな感じの冒険を想像してもらえると分かりやすいのかな。のび太とかってめちゃめちゃ強いわけじゃないけど、どこかで勇気を振り絞って人を助けたりとかするみたいな冒険がやりやすいようなゲームになってます。
学園という設定だと初心者にも遊びやすそうですね。学園ものってね、学校には行ってる人が多いので、共有体験として説明をね、はしょることができます。例えばね、保健室とか体育館って言われれば、そこがね、どういう場所なのかっていうのはあんまり説明しなくても、なんとなくそういうところね、職員室とか言われたらすぐ先生がいる場所ねって分かったりとか、あとは用務員さんとかね、校長先生みたいな NPC が出てきても、特に説明しなくてもどういう立場の人なのかとか、偉い人なのかどうかとかってことがすぐ分かるというところがあります。GM 的には生徒たちが全部ファンブルを振っちゃって冒険が大失敗になりそうみたいな時にですね、ジョーカー的存在というかね、ワイルドカード的に先生が助けに来るとかフォローしてくれるみたいなセーフティーネットになるわけですね。脱線した時とかのそういうところでも学校ものって遊びやすいなと思ってます。さっき出てきたハリーポッターが世界的に受け入れられたのも単なるね、広大なファンタジーというわけじゃなくて、ある程度学校っていうところにシチュエーションを絞ったっていうところも共感してもらいやすかった原因なのかなと僕は個人的には思ってます。指輪物語ぐらいのね、ハイファンタジーみたいになると、エルフって何なのとか、ホビットって何なのとか、ドワーフはエルフのことをどう思ってるのとか、必要な前提知識みたいなのが多くなってしまうんですけども、学園物だとそういうことが必要ないっていうところですね。確かに。でもそういう設定がいいっていう人もいると思いますけどね。結構複雑なハイファンタジーだとかっていうのは僕らオタクはね、そういうの大好物なので、あっさりしたファンタジーも食べたいし、時にはこってりしたファンタジーも食べたいというところではあるんですけど、そういう意味で言うとベルファル魔法学園はライトファンタジーの美味しいところをしっかり凝縮したですね、お手軽に楽しめるファストフード的な位置づけなんじゃないかなと思うわけです。なるほど。追加サプリメントとかあるんですか？ベルファール魔法学園、本当に遊びやすくて初心者にもおすすめできるとってもいいゲームなんですけど、唯一すんごく残念なのがそこなんです。後書きにもサプリメントでお会いしましょうみたいな感じで書かれているので、明らかにこれが1冊目出された時はサプリメント、サポートがあるという予定だったんじゃないかと思うんですけど、結局ですね、最終的にはベルファール魔法学園はサポート、本としては続かずですね、この1冊だけで終わってしまったんですね。残念。その頃はまだゲーム業界にいなかったので、どういう経緯でね、この一冊で終わっちゃったのかっていうのはよくわからないんですけど、文庫一冊にね、掲載されてるデータ量なので、リプレイとか漫画とかも入ってきているので、データとしてはキャンペーンなんかで連続して遊んだりするとすぐ物足りなくなってしまうんですね。そういう面でね、さっき企画で言ったマジカルランドなんかは、初めからオールインワン、サプリメント出すつもりないよっていうところで作っているので、データ量も十分入っているというところで、そういったところはね、データが多いゲームに分があるのかなというふうに思います。明らかにこの後追加のサプリメントがあるよという展開なので、魔法とかもね、物足りない感じで終わっちゃっているので、追加データいつ出るかって楽しみにしながら遊んでたんですけど、結局出なかったと。一応ね、若干雑誌でのサポートがあったのと、後にね、ウェブで、これね、3レベルぐらいまでしか魔法がないんですけど、5レベルまで、高レベル魔法のデータっていうのも公開されたことがあったんですけど、本としてね、サプリメントは残念ながら展開されずでした。そのウェブの魔法データの方も今はね、もう公開されてないみたいです。魔法だけでも再公開してほしいですね。ただね、データ的に物足りないなっていうのは、当時ね、僕ら毎日 TRPG 遊んでたタクシュラっぽい僕らの感想なので、単発とかコンベンションでのね、セッションなんかだと気軽に遊べる楽しいゲームだと思います。判定ルールもね、大変シンプルなので、オンラインでもね、遊びやすいんじゃないかなと思います。何よりね、今はハリーポッターという説明ができますので、説明もね、簡単にできますし、なんならホグワーツを舞台にして遊んでも面白いかもしれません。ホグワーツ魔法学園楽しそうですね。でもいつものパターンで遊びたくてももう手に入らないんじゃないですか？このコーナーで紹介するタイトルはですね、なかなか手に入らないというところがあるんですが、このゲームはなんとですね、現在無料で公開されております。帰ってきた漫画図書館 Z というね、サイトでベルファル魔法学園で検索をすれば、すぐにですね、無料で PDF を落とすことができます。もちろんね、違法ななんかとかではなくてね、きちんと許諾を受けて公開配布されているものになりますので、ご安心ください。すごい。本国自身で紹介したゲームで初めて遊ぶことができそうですね。こんな風にね、他のゲームもどんどん遊べるようになるといいなと思うんですね。TRPG はね、ゲームハード、スペックとかの制約が特にないので、古くてもね、今でも楽しく遊べるゲームがたくさん眠ってるんですけど、このままね、埋もれさせてしまうのはもったいないなと思います。そういうゲームをこのコーナーでどんどん紹介していきたいですね。というわけで TRPG 温故知新第4回目は誰にもできる TRPG ということでベルファール魔法学園を紹介させていただきました。今後もね、今振り返ると意外と楽しい面白いゲームをどんどん紹介していきたいと思いますので、面白かったという場合は高評価、チャンネル登録をお願いします。あとですね、YouTube の新機能ハイプというのがあります。これがね、表示されている方はね、こちらでも応援していただけると大変嬉しいです。お願いします。
ここで一つお知らせがあります。11月に幕張メッセで行われますゲームマーケット2025秋に黒帯ゲームズがブースを出展いたします。やったー。1対1の対戦カードゲーム黒帯を先行販売する予定です。ゲームのルールをゲームマーケット内のページに公開しておりますので、興味のある方はチェックしてみてください。リンクをね、概要欄に貼っておきます。初出展なのでね、あまり数は作らない予定です。ゲームマーケット終わってまとまった数が残ってたら通販など検討しますが、ひょっとすると当日限りの販売になるかもしれませんのでご了承ください。またね、再生産する場合もですね、結構アナログのゲームって時間がかかってしまうので、お待たせするようなことがあると思いますので、もし可能でしたら足をお運びいただけたら嬉しいです。なお、出展するのは11月22日土曜日のみとなります。会場でお会いできたら嬉しいです。製品版ができたらプレイ動画なども配信したいと思います。というわけで次回またお会いしましょう。じゃあねー。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。